よみがえりの地と称される熊野。はるか平安の頃より人々を引きつけてきた癒しの聖地です。古の人々は自然に抱かれた熊野古道をたどり、熊野三山を目指しました。今回は古に思いを馳せ、聖地熊野をたどる3日間の熊野古道の旅です。それでは神々が宿る熊野へ皆様をお連れいたします。今回訪ねますのは和歌山県南部に広がる熊野の地。太平洋に抱かれるように広がる紀伊山地には、熊野三山と呼ばれる熊野本宮大社、熊野早玉大社、熊野那智大社へと続く古よりの参詣道、熊野古道がございます。紀伊田辺駅から紀伊勝浦駅まで熊野古道をたどる3日間の旅。それでは山と海に抱かれた熊野へ旅立つことにいたしましょう。大阪駅から JR 特急黒潮に揺られることおよそ2時間。車窓の向こうに広がるのは雄大な太平洋です。この岩代海岸を過ぎますと、間もなく熊野の玄関口、紀伊田辺駅です。紀伊田辺駅に降り立ち、ここから熊野の旅が始まります。まずはバスに揺られ、熊野の山の中へと分け入っていきます。熊野古道は各地から熊野三山へと続く紀伊半島に広がるいくつもの道の総称です。そのすべてをたどるには幾日もの時を要します。今回は3日間でゆっくりと巡るにふさわしい道を選び、歩みを進めます。1日目は中辺地の一部、牛馬道寺口から野中の一方杉までを歩きます。およそ 6.5 キロの山あいの道のりです。紀伊田辺駅を立ち1時間、山あいにぽつりと佇むバス停、牛馬道寺口に到着です。平安から鎌倉の時代、法皇や上皇が幾度も重ねた熊野五湖。その参詣の道として歩まれてきたのが熊野古道、中辺地です。今回たどるおよそ2時間の道のりには、趣ある見どころが折々に現れます。まず木漏れ日の中に牛馬道寺と呼ばれる小さな石仏が姿を現します。平安時代、熊野詣へと赴かれた火山法皇の旅の姿を明治の頃にかたどったものと伝えられています。この日の古道歩きの終着として待ち受けているのが杉桜王子。境内には樹齢800年とも言われる杉の巨木がそびえ、深い静けさとともにどこか幻想的な趣をたたえています。ここは熊野九十九王子の一つ。王子とは古道の道すがらに佇む旅人の無事を祈る小さな社です。
社の傍らにあるのが風情ある戸賀の汽茶屋。古くから旅人の疲れを癒してきたこの場所に、かやぶき屋根の建物が静かにその面影を映しています。道すがらの杉や竹の木立ち、ふと現れるお地蔵様、熊野の山並み、そして季節の花々、その一つ一つがそっと心に響きます。道半ばで立ち寄るのが地下露の里です。熊野詣の宿場町として栄えたこの里、今もカフェや宿が点在する古道歩きの拠点となっております。ちょうどお昼時、古民家レストラン小鳥の木で一息つくことにいたします。お庭を眺めながらいただいたのはオリジナルハンバーグ。シェフこだわりの和風だしが香り立つ野菜スープ、地元産の熊野牛を使用したハンバーグ、立ち上る湯気とともに肉汁あふれる奥行きのある旨みが広がります。添えられた野菜からは自然な甘みが優しく広がります。自然の恵みに満たされた穏やかなお昼となりました。古道歩きを終え、今宵の宿湯の峰温泉へ。山あいの道を進むこと25分、やがて湯の峰温泉にたどり着きます。開湯から1800年、日本最古の湯と伝わる湯の峰温泉。古より熊野詣の湯ごり場として栄え、旅人はこの湯で身を清め、熊野本宮大社へと参詣しました。今もなお湯の谷川沿いに宿が軒を連ね、王子の面影を残す風情ある温泉街です。湯温およそ90度の湯筒では、卵や野菜を茹でる光景がこの地の名物となっています。そして川辺にひっそりと佇むのが壺湯です。湯に浸かれる世界遺産として知られる壺湯。30分間の貸し切りの湯にゆったり浸かり、優しい湯温泉のぬくもりに包まれます。石底からこんこんと湧き出る湯に、世の喧騒も遠く去っていきます。今宵身を委ねるのは湯の峰荘。素朴なぬくもりが漂う温泉旅館です。広縁に腰を下ろし、ゆったりとお茶をいただきながら、桜を眺めつつ
旅の疲れを癒します。やがてお部屋でいただく夕げの時間。まずは梅の産地らしい梅酒の温泉割り。食卓には和の恵みが美しく並びます。今宵のお供は奈良吉野の酒八田ガラス。澄んだ口当たりにキリリとした心地よい辛口。脂ののったマグロの作り。その旨みが日本酒とともに一層深まります。美しいサシの入った三熊野牛のミスジ。わずかにしか出荷されない熊野産の希少な和牛です。口に含めばとろけるような柔らかさとともに肉のうまみがゆっくりと広がっていきます。優しい塩加減が鮎の味わいを引き立て、一献また一献と杯が進みます。気がつけば箸を休める間もなく、次々と運ばれる料理にお腹も心も満たされていきます。満ち足りた夕げのひとときでした。そして熊野の夜は湯煙の中静かに更けていきます。雨の名残をたたえた朝、霧と湯煙の中、熊野の一日が静かに息づき始めます。朝の静けさに包まれた宿の貸し切り湯に身を沈め、和の朝げをいただく旅ならではの穏やかな朝です。朝の空気を感じながら宿を後にし、熊野本宮大社へと向かいます。次は下湯の峰でございます。桜が咲き出した山里を眺めながらバスに揺られること20分。やがて本宮大社前へたどり着きます。熊野三山の一つ、熊野本宮大社。古の人々は祈りを胸に遥かな道のりを越え、よみがえりの聖地、ここ熊野三山を目指しました。山深きな崖地を経て初めにたどり着く聖地、それがこの熊野本宮大社です。本殿へと続く158段の石段。参道には上りが静かにはためき、杉の木立が悠久の時の流れを伝えています。一歩また一歩と踏みしめるごとに空気は次第に澄み渡り、やがて身も心も引き締まっていきます。神門の先に広がるのは静寂に包まれた日和田吹きの社殿。
その先は撮影を控え、静かに手を合わせます。かつて熊野本宮大社は3つの川が交わるここ大湯の原に鎮座していました。しかし明治22年の大洪水によりその多くが流出。難を逃れた社殿が現在の地へと移されました。今この地にそびえる高さ日本一の大鳥居はその記憶を今に伝える象徴としてそっと佇んでいます。新宮駅です。発車します。新宮行きのバスに乗り込み、熊野速玉大社へ向かいます。熊野川に寄り添うように新宮への道は続きます。古の熊野詣の旅人はこの川を船で下り、次なる聖地速玉大社を目指しました。次は新四金庫前です。バスに揺られておよそ15分。バス停に降り立つと熊野速玉大社がほど近くに姿を現します。熊野三山の一つ熊野速玉大社。古の熊野詣では三山を巡ることで人の生のすべてが救われると信仰されてきました。熊野那智大社は現世の縁を結び、熊野本宮大社は未来を救済し、そしてここ熊野速玉大社は前世の罪を清めるとされました。三山を巡り過去、現在、未来の安寧を得るため人々は遥かなる熊野古道を歩きこの地を目指しました。鮮やかな朱塗りの社殿に青空と山の緑が重なり、本宮の厳かな趣とは異なる伸びやかな空気が広がっています。速玉大社のほど近く、合わせて訪れたいのが神倉神社です。熊野古道の中でもひときわ古の面影を残す500数十段の仰ぎ見るような自然石で作られた石段。やっとのことで登り詰めたその先にご神体ごとびき岩が鎮座しています。熊野の神々が三山として祀られるよりも前、最初に降り立ったとされる聖地です。社殿からは太平洋に臨む新宮の町が一望の下です。午後は海沿いに続く古道をたどり、那智への旅路を進めます。古道歩きの前に立ち寄ったのはめはり屋新宮本店。いただくのはめはり寿司と串カツのセット。紀州の郷土料理めはり寿司は高菜の漬物で大きなご飯を包んだ素朴な味わい。食べるときに口も目も大きく張ることからその名がついたと言われます。
力を蓄え、いざ熊野古道高野坂へと旅を進めます。中辺地の一部をなす高野坂は早玉大社から那智大社へと続く海岸線の古道。上倉神社から JR 三輪崎駅まで 5.5 キロ、約2時間の旅路です。熊野灘に面し果てしなく続く海岸線。熊野古道中辺地では珍しい海沿いの道が続きます。この王子ヶ浜を歩き高野坂へと歩みを進めます。浜辺が岩礁に閉ざされるあたりに高野坂の登り口が姿を現します。この短い古道歩きには見どころがあふれています。苔むした石畳、木々の間から覗く大海原、かつてクジラ漁で栄えた名残であるクジラ山宮と、ここはクジラをいち早く発見し、それを漁船に伝える役割を担った場所です。歩道を歩き終え、心地よい疲れとともに三輪崎駅へ。列車に揺られ、今宵の宿那智勝浦へと向かいます。次は紀伊勝浦です。The next stop is 紀伊勝浦。熊野那智大社を擁する那智山のふもとに、温泉とマグロの産地で知られる那智勝浦の町が広がります。漁港には近海マグロ漁船が帆を休め、湾の周りには温泉旅館が佇みます。今宵は港の食堂で土地の恵みをいただきます。訪れたのは増田屋。マグロ料理を中心にクジラや熊野牛など地元の味覚を楽しめる一軒です。いただいたのはマグロ料理の夜のセットメニュー。地元勝浦で水揚げされたマグロの刺身をはじめ、マグロのカツ、三熊野牛のサーロインステーキ、クジラの腕物、菜の花の和え物、マグロのユッケが並びます。そして今宵のお供は新宮の酒、那智の滝。那智の滝の水を仕込み水に用いたというこのお酒。滑らかな口当たりに優しい甘みがふわりと広がります。まずはマグロの刺身から。生のビントロマグロならではのもっちりとした食感。やはりこの一杯との相性は格別です。今宵も巡り会えた三熊野牛。今宵の部位はサーロイン。脂のうまみが際立ちます。土地の恵みと酒に心ゆくまで満たされました。
今宵はこの温泉宿に身を預けます。そして湯に浸かり、この旅の行く先へと思いを巡らせます。やがて海は闇に溶け、寄せては返す波音が夜を深めていきます。熊野灘の水面が淡く光を帯び、これより向かう那智の山々も朝の気配をまとおうとしています。バスに身を預け、那智山へと向かいます。毎度ご乗車くださいましてありがとうございます。このバスは那智行き大門坂経由那智山行きです。次は大門坂大門ルームです。大門坂より那智山を巡る歩みが静かに始まります。熊野古道の結びの地にしてひときわ情緒深い趣をたたえる大門坂。那智の聖域と俗海東和かつ振ヶ瀬橋を渡ると、樹齢およそ800年と伝わる日本の杉の巨木夫婦杉が姿を現します。夫婦杉を抜けると辺りの空気は一変し、厳かな気配に満ちています。これより先、情緒深い苔むした石畳と石段が続き、那智山に抱かれた熊野那智大社、西岸戸寺、そして那智の滝へと導いています。大門坂は全長およそ500メートル、高低差100メートル、およそ30分ほどの古道歩きとなります。深い静寂に包まれた神秘的な杉木立。歩みを進めるごとに異世界へと誘われるようです。大門坂を登りきると、熊野那智大社、西岸戸寺へと続く参道が現れます。まず訪ねるのは熊野三山の最後の一社、熊野那智大社。隣接する西岸戸寺とともに、那智山の霊場として幾多もの旅人がこの地を目指しました。よみがえりの地と呼ばれたこの地、熊野。深き熊野の山々に神々が宿るとされ、訪れる者の心身をよみがえらせると信じられてきました。空青し、山青し、海青しと、熊野の詩人佐藤春夫が詠んだように、熊野は美しい自然と湧き出る温泉に抱かれ、この地にたどり着いた古の人々は極楽浄土を見たのかもしれません。那智大社に隣接する西岸戸寺。かつては那智大社と一体をなし、那智山全体が神仏集合の修験の場でした。
この地に育まれてきたのが神仏集合による熊野権現信仰。目に見えぬ神々が仏の姿となり、人々を救うとする信仰とされ、権現とはその仮の姿として現れることとされます。故に熊野三山は熊野三所権現と称され、神と仏が共に住まう浄土と信仰されてきました。春、桜が境内を彩ります。その光景はまさに極楽を思わせる様相です。いよいよ那智の滝へ。深き原始林に抱かれた神秘の滝、那智の滝。厳粛な空気に包まれた木立の奥、長い石段の先にその姿が現れます。この地は熊野那智大社の別宮広尾神社。ここには本殿がなく、滝そのものがご神体として祀られています。はるか太古の頃より神として崇められてきたこの大滝。その落差は133メートルにも及び、一段の滝としては日本一の落差を要します。神々しいその姿に心は現れ、大いなる力が内へと満ちていきます。ありの熊野詣と称されるほどに幾多もの人々を引きつけた熊野の地。3日にわたる熊野古道の旅の中で、その尽きることのない魅力に触れ、心も体もよみがえったような満ち足りた気持ちに包まれました。今回の旅はいかがでしたでしょうか。ぜひ皆様のご感想をコメント欄にお寄せください。チャンネル登録、高評価をいただけますと大変励みとなります。では次の旅までごきげんよう。